こんにちは、マダムサライです。いつもご視聴くださりありがとうございます。本当に寒いですね。暖冬と言われていますが、やはり2月ともなると寒くてプルプルしちゃいます。ところで皆さん、こんな寒い時のメンテナンスの極意は何かご存知ですか？それは基本メンテナンスをしないということです。なぜかと申しますと、何十年も経過している W124 君の助手パーツは非常に脆いんですね。したがって今のような冬季で寒い時期ですと、ちょっとした衝撃で欠けたり割れたりしてしまいます。なのでやはり冬季の DIY はクマさんと同じように冬眠することがベストだと思います。もちろんエンジンやオイル系統は別物ですし、春先まで待てないケースもありますから、その場合はドライヤーやヒートガンなどで十分温めてから行ってください。それでは本題に入ります。視聴者様からのご質問を読ませていただきます。前置きは省略させていただいて、ある日ライトスイッチのパネルが真っ暗なことに気がつきました。ここですね。購入した時は弱い光がついていたような気がするのですが、やはりつくものがついていないと気にかかってしまいます。そこでディーラーに交換をお願いしたら、工賃も含め2万円を超える数字を提示され、お恥ずかしながらお小遣い制のしがないサラリーマンとしては一旦保留せざるを得ない状況に陥りました。そこで諸先輩方のブログやマダムの W124 君のライトスイッチ交換を手本に初 DIY を決心したのですが、肝心の 0.4 ワットというバルブが生産終了ということで手に入りません。このような場合、代替品なども含め教えていただければ幸いですということです。ご質問ありがとうございます。真っ暗ということは2つともバルブ切れを起こしているので、インストルメントパネルの脱着は不可避ですよね。でも私もできるのですから、ぜひチャレンジしてみてください。私も冬眠中なので、ライトスイッチの動画でバルブの交換に必要な箇所をダイジェストでこの後お届けします。あとバルブウェッジ級のご質問なのですが、0.4 ワットのものは海外のパーツ屋さん以外は手に入りにくい状況みたいですね。ただし 1.2 ワットのものはメルセデスベンツ純正でも数百円程度で供給されていますし、ディーラーさんでも 1.2 ワットのものに置き換えていると思います。おそらく視聴者さんは発熱による弊害を心配していらっしゃると思いますが、これなら安心ですよね。ちなみに我が家の W124 君も玉切れの際、この 1.2 ワットのものに入れ替えましたが、発熱の問題もありませんし、何より LED のようなパッと明るさと違ってオリジナルの雰囲気のまま明るくなっていいですよ。それでは交換手順の説明をします。まずは最初にライトスイッチを強く引っ張ってください。この丸で囲った部分が1つ目のウェッジ球です。続いてこの六角形のナットをペンチで外していきます。この動画ではバルブを外していませんが、最初に外してくださいね。後期型の場合はハンドルをまたいでキーシリンダーに移動します。そしてキーシリンダーの脇に指を入れて横にずらします。パーキングブレーキのレバーを引っ張ってパネルを外します。後ろにバルブのついているソケットとライトのレベライザーのバキュームホースがあるのでご注意ください。
隙間があまりなく撮影できていないのですが、一番上にあるバルブソケットをつまんで外してください。ちょっと見えにくいですが、ご覧の画像がバルブソケットとバルブです。画面はソケットを外した状態です。コードをゆっくり引いてバルブ交換できるようでしたら、この状態で交換してソケットを元の位置にセットします。無理なようでしたらバキュームのホースを外してパネルを取ってから取り付けしてくださいね。あとは最初の手順とは逆に戻してください。以上がインストルメントパネルのウェッジ球交換ダイジェストでした。はい、いかがでしたでしょうか。寒い時はあまり無理をせず、暖かくなってからの DIY をおすすめします。寒さもいよいよ本番ですが、皆さんお風邪など召しませぬようご自愛ください。それではまたお会いしましょう。さようなら。